なんか疲れたな。日曜日っていいな。明日も日曜日にならないかな。お兄ちゃん、ご飯だよ。あ、ね、朝から女児向けアニメをそんな腐った目で見るのはどうかと思うのですよ、小町は。それは違うぞ小町。このアニメは女児だけでなく、俺をはじめとする大きいお友達もちゃんとターゲットに入っている。だから一概に女児向けとは言い切れないぞ。俺は詳しいんだ。お兄ちゃん、本当に気持ち悪いね。なあに、俺なんてまだまだにわかだ。真の大きいお友達ともなると劇場に足を運ぶし、ショッピングモールのイベントにも顔を出すんだぞ。にわかの方が人としてよっぽどマシに見えるから不思議だな。そうだ、それよりご飯。お兄ちゃんが気持ち悪いこと言ってるから冷めちゃったよ、小町の愛情みたいに。やだ、困る。温め直して。それじゃいただきます。いただきます。あったかいご飯はいいな。そうだね、ご飯は温め直せてよかったね。おう。今日は塾行くのか？休み。久しぶりの日曜休みだよ。まあ勉強はするんだけど。そうか。ま、休むのも大事だからな。ほどほどにな。そうする。何言ってるかわからん。食ってから喋れ。そういえばお兄ちゃんのんびりしてるの珍しいね。いや、珍しくはないけど、このところ忙しそうだったよね。まあな。もう終わったけど。なんでそんなに忙しかったの？なんでだろうな。まあ、成り行きだな。成り行き？やっぱりわからん。そう。でもまあ、なんとかなったし、よかったんじゃねえか。まあ、お兄ちゃんらしいといえばらしいというか。こんにちは。やっはらー、ゆきうっす。先輩遅い。だからなんでお前いるんだよ。何か用かと聞いたのだけれど、あなたたちが来るまで待つと言ってずっとここにいたのよ。雪の下先輩、私が入ってきた時は超いい笑顔だったんですけど、その後すぐがっかりして、それからずっとあんな感じです。一色さん。はい、すいません、私ちゃんと用があってきたんです。先輩、どうでもいいんですけど、甘いものって好きですか？チョコな。葉山なら何でも喜んで食べると思うぞ。なんか反応つまらなくないですかね？でも隼人くんチョコ受け取らないって言ってたよ。
揉めるからに決まっているでしょう。小学校の頃、だいたい翌日は教室の雰囲気がギスギスしていたわ。わかるかも。まあ葉山先輩対策は後で考えるとして、甘さをどれくらいにするか悩んでたんですよね。人によって好き嫌いがあるじゃないですか。どれくらいって、一色さん自分で作るつもりなの？意外だな。なんでですか？私お菓子作りは得意ですよ。いいなあ。私もできるようになりたいんだけど、どうも苦手でさ。ゆい先輩、料理は真心ですよ。手作りに大事なのは優しさ、思いやる気持ちです。相手のことをちゃんと考えるのが上達への近道です。おお。相手はお菓子作りのこととか全然わかんない男子じゃないですか。だから手作りちょろいですよ。低コストで大量生産、あとは仕上げの時に一手間加えて個々にカスタマイズ。これで男子受け余裕です。思いやりの方向性があさって向いちゃってるんだよな。優しさとか完全にお財布方面に向いてるし。考え方としては決して間違いではないからタッチ悪いのよね。間違ってないならいいじゃないですか。まあでもいろはちゃんのおかげでちょっと参考になったよ。前半だけは。ですよね。前半だけね。ちょっとだけね。ハロハロー。ちょっといい？ひなに、由美子？どうしたの？別に足ここに頼まなくても。いいじゃんいいじゃん。っていうか私も手作りとかそういうの得意じゃないし。とりあえずかけて。それで何かご用かしら？その子なんでいいの？私的にはそれ私のセリフじゃないですかね、みたいな。人たくさんいると話しづらい感じ？なんなら意識帰らすぞ。なんでですか？まあいろはちゃんの意見も参考になるかもだし。まあユミコ、そんな具体的な話じゃなければ大丈夫だってね。私も一緒に付き合うからさ。ほらほら。なんていうの？手作りチョコとか作ってみたいんだけど、その来年もう受験だし、最後にっていうか。だからまあ1回くらいなら試しにやってみてもいいかなとか。いいと思うんだよね、手作り。私もユミコに付き合ってついでにちょうどいいの知っとこうかなとか思ってさ。ほやっぱ手作りっていいよ。引谷くんも隼人くんと友チョコすればいいじゃん。う。いやしないから。っていうかあいつ受け取らねえんだろ。男子同士
ならセーフだよ。前提がアウトじゃねそうなんですよね。受け取らないって明言しちゃってる以上難しいんですよね。どうしたらいいですかね。はあ、ほんとそれ。えか。俺ちょっと飲み物買ってくるわ。ええ。なんか言おうか。ちょっといい？いや、中入れば。ここ寒いし。いや、ここでいいから雪の下にちょっと聞きたいことあっただけで。あれ、さっき川崎さんも何か来よう。とりあえずどうぞかけて。チョコのことなんだけど。何？あんたも誰かにあげんの？ウケる。あ？はあんたもとか言って勝手に一緒にすんのやめてくんない？私あんたみたいにそういうどうでもいいのに興味ないから。はあ？で、チョコがなんだって？妹が保育園でバレンタインの話聞いてきたみたいで作ってみたいんだって。なんか小さい子でも作れるやつってない？でもさっき家事得意じゃなかったっけ？私作るのなんか地味だからあんま小さい子喜ばなそう。ちなみに川崎さんの得意料理を聞いておいてもいいかしら。里芋の煮っころがし。いいんじゃない？ほら、私全然料理できないからそういうのすごいと思うね、ユキノ。そうね。煮っころがしと寝っころがしってちょっと似ててなんだか可愛い感じがするものね。フォローの仕方がおかしい。ま、でもいいんじゃねえの。ちゃんと作れてんなら。はあ、まあそうですね。確かに地味ですけど。なんかサキサキっぽくていいじゃん。あんた料理できんだ。あ、うん、まあ。私も知りたい。小さい子ができるなら私もできるし。じゃあ私も参考までに。ああ、よろしく。つーか、あーしの話どこ行ったわけ？なんだか今日は疲れたわね。由美子とひなに先か。いつになくいっぱい来たもんね。ですよね。
さんの依頼はともかく問題は三浦さんね。三浦の目的はチョコを作ることじゃなくて、作ったチョコを葉山に渡すことだしな。ですね。結構ハードル高そうです。でもなんか隼人君の気持ちもわかるな。なんていうか、やっぱり表だって渡せなかったり、いろんなことに気を回しちゃったりするんじゃないかなって。はあ、なんかゆい先輩らしいですね、それ。優しいっていうか。そうかな。私らしいか。まあ言い訳があればいいんじゃねえの。葉山が納得できる建前っつうか。は？受け取らざるを得ないというか、受け取るのが自然な状況なら話は別だろう。つまりエクスキュースがあればいいということね。例えばバレンタインつうんじゃなくて試食してくれってことなら葉山も食うだろう、多分。そっか、一緒に作っちゃえばいいのか。じゃあみんなでやろうよ。いいじゃないですか、それ。依頼に来た人まとめてイベント的なことやって教え合うっていうか。で、雪下先輩に教えてもらえば。ええ、それは構わないけれど。副会長、企画書の提出を命じます。お料理教室イベントみたいなの。は？いや、だから鳥も箱押さえて告知打つのだけやってもらって。いろはちゃん早っ。優秀なのよね、こういうところは。それじゃあゆい先輩と雪下先輩はメニューの選定と材料のリストアップをお願いします。ええ、分かったわ。任せて。箱の押さえとか告知とかは生徒会の方でやっちゃいますんで。あ、それと海浜総合高校との合同イベントにしちゃおうと思ってるんですよ。そしたら向こうの予算も引っ張ってくれるじゃないですか。何うなってんの？どのチョコも美味しそうで決められないんだよ。ヒッキーはどれがいいと思う？どれってどれも同じに見えるんだが。全然違うよ。これはチョコクッキーだし、これはチョコケーキだし、こっちはチョコムースなんだから。ふーん。で、何味なのこれ？全部チョコ味？同じなんだよな。違うよ、違うはずだよ。もうヒッキーのせいでもっと選べなくなっちゃったよ。いや、男なら何もらっても嬉しいと思うんだが。ヒッキーもそう？まあ一般論だな。大体みんなそうだろって話。大体みんな。じゃあヒッキーは違うね。ちょっと
俺一般。かなり大きいくくりなら全然一般人だからね。そっか、なら安心だ。でもそれじゃやっぱり参考にならない。由比ヶ浜さん、あなたはあなたが作れるものを選べばいいと思うわ。そうすれば候補はだいぶ絞られるから迷う必要もなくなるはずね。ユキノ、それフォローになってないから。バレンタインイベント、これでなんとかなりそうだね。ええ、メニューの選定や会場準備も問題なく終わったし、あとは当日を待つだけね。そっか。どうしたの？あまり楽しみではないように見えるけれど。楽しみだよ。そう？でもさ、ちゃんと作れるかちょっと不安で。その気休めは言えないのだけれど、私も精一杯力になるつもりよ。だから。わっ、ユキノ、あれ見て。バレンタイン用のギフトチョコレートね。私いつかこんなの作れるのかな。あら、由比ヶ浜さんはこういうものを作りたいの？だってやっぱいつかこんなの作って送れたら素敵だなって思わない？でも私の腕じゃいつまでたっても無理か。大丈夫よ。そんなに難しく考える必要はないわ。本来バレンタインデーとは、英語ではセイント・バレンタインズ・デイ、つまり聖バレンタインの日という意味なの。聖バレンタイン？古代ローマ時代の聖人よ。彼が殉教した日が2月14日だと言われているわ。諸説はあるのだけれど、兵士の結婚のために殉教したとされる聖バレンタインにちなんで、キリスト教徒の間で恋人たちの愛の誓いの日となったというのが一般的よ。恋人たちの日か。だから本来は別に女性が男性にチョコをあげる日でも何でもないの。日本の製菓会社の戦略が根付いただけよ。贈り物ならば男性から女性に送っても構わないのだし、チョコレートである必要はないのだし。ユキノ、それ夢なさすぎだから。そうね、ごめんなさい。つまり必ずしも立派なものである必要はないのよ。大切な誰かに対して愛情や感謝の気持ちを伝える日なのだもの。そうなのかな。つまりあなたにもちゃんと作れるということよ。そっか。微妙に身も蓋もないこと言われた気もするけど、元気出てきたよ。そう、何よりも由比ヶ浜さんの気持ちが伝わればそれで十分だと思うわ。ありがとう、ユキノ。私頑張ってみる。きっと大丈夫よ、あなたなら。ユキノ、ありがとう。